どうも、日本語で喋りましょうの岡戸と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトロンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生で日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はね、日本のネットスラングについて話していきます。はい。で、ネットスラングって結構いろいろあると思うんだけど、今日はね、うん。5つピックアップしたので、それについてちょっと木村と話したいと思います。はい。で、まず1つ目が、ワロタ。これもちろん聞いたことあるよね。うん、あるね。うん。もう普通に、会話でもなんか使う人いるよね。うん、確かに確かに。そうね。結うん。構これはネットスラングの中でも有名なやつだね。うん、そうね。うん。で、一応ね、この意味がわからない人もいると思うから説明すると、まあ、日本語の笑ったっていう言葉があって、それが笑ったに変わって、で、笑ったが笑ったっていう形になって、今はそういうふうに使われてるんだけど、うん木村はじゃあ実際さ、友達とかと話すときにさ、この笑ったって使う？使わない。ちょっと使わないかな。ああ、使う人もいるけど、木村は個人的には使わない。普通に笑ったって言うと思う。うん、なるほど。ちょっとじゃあ、ネットスラングだからさ、書くときとか、タイピングするときに使われることも多いと思うんだけど、友うん。達とさ、メッセージのやり取りするときも使わない？俺は使わないかな。使う友達は全然周りにいるけど。うん。うんうん。そうかそうか。いや、俺もね、基本的にはこれ使わないから。うん。あどうなんだろう。英語はどうなのかわかんないけど、日本語のやっぱネットスラングを使うと、すごいネット住民感というか、サブカルっぽい感じも、思えるし、ああ、そうね。もちろんね、すごい仲いい友達同士とかで使ってる時あるけど、いきなりさ、あんまりさ、仲良くない人にさ、ワロタとか言われたらさ、ちょっとえってなるもんね。なんかバカにされてんのかなみたいな思うかもしれないよね。確かに思うかもな。うん、うん、ちょっ軽く扱と、われてる感がするかもね。そう。うんうん、確かに確かに。で、ワロタじゃなくて、なんか本当に面白いことがあったら、なんか、おもろとか言うかも。うん。うん、それは使う？うん、そうね。うん、面白いがこう省略されておもろいってね。それ関西弁なんかな？なんか関西の人結構よく使うよね。おもろいっつっうん。て。おもろいわ、みたいなうんうん。感じ？うん。多分関西弁だと思う。で、それをちょっと真似しておもろとかは言ったりするし、あと俺はね、うん。受けるも使うね。受ける。ああ、ウケるね。うん。うん、使う？ウケる使うわ。めっちゃウうん。ケる。うん。うん、どうなんだろう。受けるの方がちょっと関東っぽいのかもね。ああ、俺はあれかと思った。ちょっうん、ともう、この世代だから使ってるだけで、若い子はあんま使わないようなイメージがある。確かに。なんかそう言われてみると、そんな気が俺もしてきた。うん、だから今聞いてる人でね、30歳ぐらいの人は、まあ、受けるを使っても、まあ、自然だと思うけど、若い人はちょっと周りの友達とね、話して、その人が何を使ってるかをちょっと聞いて、それを真似すると多分うまくいくと思います。で、2つ目、次に話したいネットスラングが、アルファベットで W。はい。うん。これはね、ちょっと意味わかんないと思うんで説明すると、めっちゃ面白い時にさ、例えば英語だったらさ、LOL とかさ、書いたりするじゃん。うん。みたいな感じで、なんかめっちゃ面白いっていうのを表すときに W を使うんだけど、まあ、そのうん。理由は、まあ、海外のゲームとかで、ローマ字しか打てません。ローマ字しかパソコンで打てないって時に、笑いってうん。さ、書いたらさ、W が最初に来るから、その W を取って WWW ってやるっていう説があって、ああ、そうそうそう。で、それで、それがね、なんかめっちゃ面白かったら W1 個だけじゃなくて2個3個使ったりするみたいな。それが元そうね、々のそうね。始まりなんだよね。うん。うん。この W はさ、使う？
使う相手もいる。なるほどね。じゃあ例えば親とさ、メッセージするときとかでさ、それ面白いね、W みたいな風に書いたりする。それはちょっと使わないかな。カジュアルすぎる。それ、そうね、そうね。うん。うんうん。なるほどね。なるほどね。で、もちろん話すときはつかないでしょ？ WWW っつって。話すときはさ、うん。草っていう人いるよね。俺は言わな確かに。いけどさ。そう。だからそのさっきさ、受けるって話したじゃん。それが今だったら草なのかもしれないね。ね、確かにそれがあるかもしれん。そうそうそう。で、草ってなんで草かっていうと、その W ってさ、すごい WWW って書いたらさ、なんか草に見えるから草って言うようになったらしいよ。トゲトゲ感がね。雑そうそうそう。草みたいな。わかるわかる。これもね、けど木村が言ったように話すときに使う人は少ないから、まあもちろんね、使ってもいいけど、使うときはちょっと気をつけてほしいスラングではあるね。で、次に話したいスラングがね、ピエン。これ聞いたことある？あ、聞いたことある。うん。うん。で、ピエンってその悲しんでる様子を表すときに使う言葉なんだけど、うん泣いてるさ、顔をさ、表す顔文字で、ピエーンって書いてる顔文字があるのよ。うん。うん。うん。その擬音語のピエーンって泣いてるのを取って、ピエンっていう風に言うらしいんだけど、最近の若いは子とかネットでは、なんか、成績悪かったピエンみたいな。遅刻しちゃったピエンみたいな。なんかそういう風にメッセージやり取りする人もいるらしい。あ。ああ、なるほどね。なんか、日本語らしいっちゃ日本語らしい。うん。直接言葉を書くよりも、オノマトペとかが使わうん。れると、なんかそのシチュエーションがすごい読み取れる、理解できる。うん。確かにね。じゃあ、ピエンは使う？使わない。分かっすぎる感じする。うん。そうね。ちょっと俺ら世代の悲しい時のオノマトペって何なんだろうね。なんだろうな、ガーンとか。確かに、ガが、ーン使が、うね。ガーン。悲しいっていうか、なんかちょっとショックショック。うん、感。そうね。うん。ピエンうん。も結構ショックの時に使うから、同じような状況の時にガーンも使えると思う。うん、うん。実際に使うことはけど、そうね。どうだろう。ガーンって使う？ガーンって使う場面はないな、あんまり。うん。メッセージとかではあんまりうん。書かない。書かないね。ガーンって、なんか書いてあって、それになんか、がっかりした顔とかが書かれた、うん。ラインスタンプとかがあれば使うと思うけど。ああ、確かに確かに。うん。そうね。で、ショックなこととかあったり言わないけど、心の中でガーンって音はちょっと聞こえるよね。聞こえる。うん。うん。確かに。で、次に話したいね、スラングがね、かわちい。これ聞いたことある？ない。ないうん。ね。かわちいってのは、まあ多分予想つくと思うんだけど、かわいいのかわいい言い方。ああ、なるほどね。うん。なるほどね。結構ね、俺は実際に使ってる人は見たことないんだけど、友達の中で。でも、インスタとかで、なんかファッションのインスタとかで、このジャケットをこう着るとかわちいみたいな、いう風に使ってる人は見たことある。かわちいね。なるほど。うん。じゃあさ、これ木村使いたいと思った？ないな。使う場面が思いつかんな。ああ、そうね。俺も、かわちいは使わないかな。かわちいってさ、友達が使ってたらどう思なんだろうね。ちょっと、子供っぽくも聞こえるかな。う？うん。そうね。うん。やっぱり若い人が使ってる人だから、なんか高そう、校生と若い。か、うん、キャピキャピしてるよね、すごい。ああ、そうね。そうキャピキャね。ピしてる人に見られたかったら、ぜひね、皆さんもかわちい使ってみてください。はい。ぜひ。で、次に話したいスラングがね、チー牛。これ知ってる？聞いたことない。うん。チー牛って最近なんかネットで、ちょっと前から流行ってるらしいんだけど、なんか牛丼屋に行って、チーズ牛丼を注文してそうな人
っていう意味らしいんだけど、なんか地牛ってね、ネあットで調べたら出てくると思うんだあ、はいはい。けど、うん。なんかちょっとネクラな男の人の写真が一緒に出てくるのよ。そそう。だからチー牛って言われたら、チーズ牛丼を注文してそうな人って意味なんだけど、遠回しう。うにちょっん。となんか陰気で暗い人っていう風に言われてるっていうことなんだよね。チーズ牛丼美味しいのにね。なんかみんな楽しみね。そうな感じするけど、そんなん言われちゃったらちょっ結構と頼みづらいよね。頼みづらいよね。なんかね。そういううん。風なイメージ持たれちゃうんだったら。そうあそう。なんかチーズ牛丼は何も悪くないのに、うん。チー牛ってのねはあんまりいい意味で取られないらしい。え。へえ、それはちょっと初めて聞いたわ。あ、そう。じゃあそういうチー牛みたいな人周りにいない？まあ、周りに、自分がちょっとそうなんだよね。結構好きなんだよね。チーズうん。牛丼。だからちょっとこれから考えないとな。ちょっと悲しいね。こんな悪い意味でさ、スランね、グが広まっちゃっ悪い意味でてね。使われてるみたいな。なんかほら、アメリカでさ、ちょっとうん。カレンっていう名前の、なんだろうな、中年女性うん。で、結構なんだろうな、その行動をする人たちのことを通称カレンみたいな、なんだろうね、そういう偏見だよね。そうね。もう完全に偏見だよね。そうじゃない人たちが本当かわいそうだよ。うん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 。ほんとね。ああ、そうそう。だからもう皆さんも地域ってね、日本人に言われたら、これはおそらく褒め言葉ではないんでね、ちょっと気をつけてください。で、あんまりね、他の人にうん。言わないようにしてください。これ言っちゃまずいかもね。うん。ちょっと絶対に今のね、時代はね、地域っていう言葉は悪い意味で広まっちゃってるから。あはい。あ、ああ、ええ、そうそうそびっくり。う。ねえ、びっくりだよね。うん。まあ実際の会話ではね、今日紹介してすっていうのはあんまり使わないんだけど、ネット見せたりすると見かけるかもしれないんでね、今日のね、ポッドキャストをぜひ参考にしてみてください。はい。ということで今日は日本のネットスラングについて話してみました。皆さんは今日紹介したネットスラングを聞いたことありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパテロンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマをリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。